ハマムシュット事件。この事件はオーストラリア史上最も奇妙な身元不明事件だ。今回君に語るこの事件はただの身元不明事件ではない。この遺体は通称ソマートンマンと呼ばれており、外傷はなく毒物も検出されず、誰も彼を知らない。にもかかわらず、そこには刺繍の切れ端、謎の暗号、沈黙する関係者。一見事故のようにも見えるこの物語の裏には、70年以上封じられてきた真実が潜んでいた。そして全ての始まりは、静かな浜辺に横たわる男性の遺体から始まる。1948年12月1日、南オーストラリア州アデレード、ソマートンパークの海岸。早朝、トレーニング中の見習い騎手が浜辺に横たわる男の遺体を発見する。その遺体は整ったスーツ姿で、争った痕跡もなく、周りに足跡すらなかった。誰にも見つからないことを望んでいたかのような不思議な静けさが漂う。死後硬直はすでに始まっており、警察が到着した時にはすでに完全な死が訪れていた。服装は整ったスーツ姿だったが、全ての衣類からタグが切り取られていた。ポケットには櫛、ガム、マッチ、複数の銘柄が混在したタバコ、未使用の鉄道切符と使用済みのバスの乗車券もあった。彼がどこへ行こうとしていたのか、その答えは何一つ残されていなかった。死因は毒物か液体に溶ける性質の睡眠薬の可能性を疑ったが、検視の結果、遺体に外傷も毒物も検出されず、どちらも断定には至らなかった。驚いたのは、彼のふくらはぎは極端に発達し、足の指は内側に向かって重なっていた。これはバレエダンサーや尖った靴を長年履き続けた人に見られる特有の形状だという。さらに近隣住民の目撃証言も残されている。事件前日の夕方、男が一度だけ右腕を上げたのを見たというカップル。別の目撃者は、彼は蚊が周りを飛んでいても払おうともしなかったと語った。死の苦しみも混乱の形跡もない異様なまでの静けさ。それはまるで誰かが完璧な死を演出したかのような光景だ。半年後、遺体のズボンの隠しポケットから小さな紙切れが見つかった。そこに書かれていたのはタマムシュッド。すべてが終わったという意味だ。これは12世紀の詩人ウマル・ハイヤームの詩集ルバイヤートの最後の一節。この紙切れと一致する詩集がある男性から警察に提出された。本の最後のページは破り取られており、裏表紙には50文字の謎の暗号と2つの電話番号が記されていた。まず5行にわたる謎の暗号。2行目の取り消し線は書き損じとされ、暗号の可能性が浮上した。専門家も解読には至らず、国防省の結論は精神的動揺から反射的に書かれた無意味なものかもしれず、満足な答えは出せないだろうとした。そして詩集に記載されていた電話番号は、遺体発見現場から400メートルほど離れた場所に住むトムソン夫人という元看護師のものであるということが分かった。その女性の証言では、彼女がそのルバイヤートを過去に所有していたが、1945年にアルフレッド・ボクソールという名の中尉にシドニーのホテルで渡したという。警察は一時、遺体はボクソールのものであると考えたが、彼はシドニーで健在であり、ルバイヤートの詩集もまだ所持していることが分かった。ボクソールは自分と遺体の男性との関係について全く心当たりがないと述べている。トムソン夫人はボクソールとの関係を公にしたがらなかったそうだが、ルバイヤートの詩集を渡した経緯も気になるところだ。ルバイヤートに込められた人生の儚さや終焉のテーマは、ソマートンマンの最後と不気味に重なる。これは彼の意思だったのか、それとも誰かが死を演出したのか。この事件の中でトムソン夫人の怪しげな言動も注目されている。事情聴取の際、警察が家を訪ねると彼女は知らない人ですと冷静な口ぶりだったが、その表情には悲しみがにじみ出ていた。また彼女は男の石膏像を見ると、まるで何かを思い出したかのようにすぐに目をそらしたそうだ。
そして彼女の過去にあった不可解な要素が次々と浮上する。2013年にトムソン夫人の娘、ケイトがテレビ番組に出演した際、インタビューでこう証言している。母は警察の取り調べでは嘘をついていたと言っていた。ソマートンマンが誰かは警察よりももっと上の人間なら分かっている。母は移民に英語を教えており、ロシア語も話せたが、その習得経緯については明かさなかった。この証言からトムソン夫人はスパイだったのではないかという説が浮上している。果たして彼女はスパイだったのか。そしてソマートンマンも同じスパイで任務に加わっていたとしたら。しかし70年以上解けなかった謎についに科学が答えを出した。DNA 解析や4000人以上の家系図の調査を経て、ソマートンマンの正体はカール・ウェッブという男性である可能性が高いという結果が出た。カールは1905年生まれ、ビクトリア州出身の電気技師。1947年にカールの妻、ドロシー・ロバートソンが夫が姿を消したので離婚したいと裁判所に訴えたのを最後に、カールは公の記録から姿を消している。妻はその後、遺体が発見された場所からかなり近い地域に引っ越していたことから、カールが彼女を探すためにこの州に来たのかもしれないと推測されている。彼の持ち物に記されていた T キーンという名前は偽計のものである可能性が高く、衣類のタグも切り取られていた。まるで過去を消そうとしていたかのように。だが彼がなぜソマートンビーチを訪れ、この場所を最後の場所としたのか、その本当の理由は未だ不明のままである。DNA 解析によってカール・ウェッブという名前が判明した今、タマムシュット事件は一つの区切りを迎えたかのように見える。だがそれは名前に過ぎない。なぜ彼は身元を隠し完璧な死を遂げたのか。そこにあったのは愛か、絶望か、それとも任務だったのか。今なおポケットに残された紙切れ、タマムシュット。すべてが終わったという言葉だけが事件の謎を深めている。終わったのは彼の人生か、それとも何かもっと大きなものだったのか。その答えは誰の口からも語られない。今回私たちが見つけたものは真実のほんの一部に過ぎない。次回もまた闇に埋もれた真実を一緒に追いかけよう。